日本に来たことある人ならわかると思うんだけど、日本のデジタル化ってめちゃくちゃ遅れてるんだよね。日本ってさ、割と経済的に発展した国だと思うんだよね、僕は。うん。だけど、ずっとアナログ社会から抜け出せてないんだよ。はい。ということで、今日はなぜ日本が未だにアナログ社会から抜け出せていないのかについて話していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。日本語を完璧にしたい？だったらジロートークスをダウンロード。はい。皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございます。本日もよろしくお願いします。ということで、今回日本がなぜアナログ社会から抜け出せていないのかというテーマについて話す上で、参考文献があるのでご紹介させていただきます。今回は参考文献すごい多いよ。うん。はい、これ一つ目。で、これが二つ目だね。で、三つ目で、四つ目。はい。すごい多いね。日本にとってすごい重要なテーマなんですよ。これはね。うん。やっぱり日本として、デジタル社会を目指していかないといけないので、本当にね、このテーマについて考えている人が日本人にとても多いっていうことなんだよね。うん。で、今回もね、参考文献は、日本語の記事だけを取り扱っております。日本について一番知ってるのは日本人だからね。はい。ということで、日本人がまとめた資料だったり、記事とかっていうのを参考にさせていただいております。はい。じゃあ、早速話していきたいと思うんだけど、日本に来たことある皆さんはどう思ってますか？日本のアナログ社会について。というか、日本がアナログ社会だなって思ったことあった？うん。どのくらい日本にいるかにもよるよね。日本に住んでいて、普段からね、いろいろな行政手続きだったりとかをやってるよっていう人は、ここが日本はアナログ社会だなって、感じる部分あると思うし、逆にね、それとは違って日本に今まで1週間しかいたことないですよっていう人はあまり日本の、アナログな部分っていうのは、見ることができてないかもしれないね。うん。あとはどこに行ったかにもよるよね。もうデジタル化が進んでいる日本の地域に行った人は、特にね、アナログだなって感じるところなかったかもしれないし、そうだね。特に不便なことは感じなかったかもしれないよね。うん。で、みんなはどう思う？日本のデジタル化って進んでないと思う？うん。実はね、最近は日本は国全体としてアナログ社会から抜け出そうって頑張ってるんだよね。うん。だからね、例えば、5年前とかと比較すると、今はね、相当デジタル化が進んだと思うんだよね。うん。ただ、未だに、これアナログだなって感じることはよくある。うん。で、僕はね、やっぱりずっと日本に住んでます。はい。日本で生まれて、日本で育った日本人なので、海外のからの意見を聞きたいよね。うん。日本ってアナログな国なのかな？みんなどう思う？やっぱりね、さっき僕がずっと日本に住んでるっていうことは言ったんだけど、やっぱりね、ここがアナログだなって感じることあるんだよね、こんな僕でも。うん。海外に住んだこと、ちょっとだけあるから、だから、それと比較するとね、日本って遅れてるなって思うところたくさんあるのかもしれないんだけど、まずはね、僕が普段から感じる日本のアナログな点っていうのを紹介していきたいなって思います。はい。僕が
日本がアナログ社会だなと感じること、一つ目は何かっていうとね、現金をよく使うっていうことなんだよね。これがみんなが一番気づきやすいポイントなんじゃないかなって思うね。だって、日本からじゃないや、間違えた。日本の国外から、日本に旅行しに来る場合は、お金って絶対使うでしょ。うん。観光地でお金を使わないって結構難しいことだと思うんだけどさ。例えばお土産を買ったりだとか、あとは食べ歩きするための、日本の和菓子とかを買ったりだとか、そういうことってするじゃん。あとは、遊園地に入る時の入場料だとか、スカイツリーとか、東京タワーとかの展望台に登るためにも、入場料がかかったりするよね。うん。そんな感じで、観光に来るとお金を使うことがほとんどだと思うんだよね。だから、お金を使うときにね、日本で現金が必要だなって、感じること多いと思う。うん。で、これはね、観光客だけじゃないんだよ。うん。東京と田舎に住んで、東京に住んでる場合と、それ以外の場所に住んでる場合とかでも、違ってくるとは思うんだけど、だから、人々の生活圏によって違うと思うんだけど、結構ね、現金が必要な場面に遭遇するっていうことは、よくあることなんだよね。うん。で、東京都心ではね、随分現金なしでも支払いできる場所は増えたと思う。うん。レストランとかに行ってもね、クレジットカードで支払えたりとか、あとは、他の支払い手段で、払えたりするんだけど、このね、支払い方法っていうのがね、本当に多いんだよね。うん。国によると思うんだけど、クレジットカードだけを取り扱ってます。クレジットカードか現金の支払いのみを取り扱ってますっていう店がたくさんある国って多いと思うんだけど、東京の場合というか、日本の場合はね、その支払える方法がたくさんあるね。うん。現金以外にもクレジットカードでしょ。あとは交通系 IC カードでしょ。他にも QR コード決済とかもあるしね。で、QR コード決済の中にも様々な種類があったりしてね。もう本当にいろんなサービスが、乱立しているんだよね。うん。だからね、本当に人によってね、その支払い方法って全然違ったりするんだけど、こんな感じで、サービスが乱立しているんだよね。で、乱立しているってことは、それだけ、キャッシュレス決済が普及しているっていうことだと思うんだけど、これはね、東京都心とか、あとは大阪とか名古屋とか、ある程度都会なところに多いのかなって思うよね。うん。だけど、完全に財布なしで外出できるかというと、そうでもないんだよ。うん。たとえその場所が東京とか大阪とか、都会であっても、すべてがクレジットカードとか、そういうキャッシュレス決済の手段で払えるかというと、そうではない場合もあるんだよね。うん。例えば、小さい商店とかに行った場合だよね。うん、東京でも何個か商店街ってありますよ。賑わっている商店街ってたくさんあってさ。で、商店街にお店を出している、個人経営の小さいお店とかだとね、キャッシュレス決済を導入していないお店って結構あるんだよ。うん。で、あとはね、さっきから東京とか都会のことばかり話してるけど、地方に行った時の、飲食店とかお土産屋さんはね、未だに現金しか受け付けていないところが多いんだよね。うん。で、僕の場合はね、普段東京に住んでるじゃん。だから、現金を使うことって、あまりないんだよね。うん。ということはだよ。僕はね、普段持ち歩いている現金が少ないんだよ。だけど、こんな東京でも、たまに現金が必要になることがあるんだよ。うん。だから、その時のために僕は、
少ないお金を常に持ち歩いているんだよね。うん。ただ、その状態で地方に例えば観光に行くとするじゃん。で、観光地ではさ、結構お金使うじゃん。うん。だからね、観光地とかでお金が足りなくなるっていうこと結構あるんだよ。地方に行った時に現金がなくて支払えないっていう状態になることはよくあることなんだよね。うん。で、この前あったエピソードをみんなに話すとするとね、海外から来た友達がいて、僕に会いに来てくれたんだよ。で、その時に、どこか連れてってって言ってきたんだよね。うん。で、じゃあ僕はね、分かったって言って、奥多摩っていう場所分かるかな。で、奥多摩っていう場所がね、東京にあるんだけど、東京の都心、だから、23区のところからは結構遠いところに奥多摩ってあるんだよね。東京の中でも有名な避暑地というか自然がたくさんある場所、それが奥多摩なんだよね。うん。で、奥多摩に行くとね、何があるかっていうと、川とかもあって、川辺でできるサウナとかもあるんだけど、その時はね、鍾乳洞に行ったわけ。うん。鍾乳洞いいよね。自然が作り出す避暑地だよね、鍾乳洞って。日本にもね、鍾乳洞が何個かあって、涼しいんだよね、あの中って。うん。だから夏に行くには鍾乳洞って本当にうってつけの場所だなって思うんだけどさ。はい、僕は鍾乳洞に行きました。海外の友達と。うん。で、そこがね、東京都内なんだけど、東京の、23区からは、結構遠い場所だから、結構田舎の場所なんだよ。うん。で、その鍾乳洞に入るにあたって入場料が必要だったんだよね。そんなに高くない。確か1000円とか2000円とか、そんくらいの値段だったと思うんだけど、その鍾乳洞、現金のみ受付していたんだよ。うん。現金での支払いしかできなかったんだよね。うん。で、僕と友達はね、現金持ってました。うん。で、海外から来ている僕の友達はね、日本が、結構キャッシュレス決済が比較的普及していないっていうことを知ってたから、日本の現金を持ってたんだよね。うん。で、僕も結構少なかったんだけど、現金は持ってたんだよ。だから、僕たちの分は支払うことができたんだけど、僕たちの後ろに並んでいたカップルが現金を持ってなかったんだよ。うん。で、現金を持ってなくてどうしようお金がないみたいな感じで話していてさ、多分だけど、東京の都心から来たカップルなんじゃないかなって思うんだよね。うん。で、そのカップルがさ、現金持ってなくて、で、僕はね、その様子を見ていて、せっかくのデートなのにかわいそうだなって思ったんだよね。はい。で、そういう時はね、なんか僕は、すごい、なんかお人よしになるんだよね。で、その時に僕は、僕、ちょっとお金払ってあげますよって言って、そのカップルの分もお金を払ってあげました。入場料をおごったんだよね。うん。で、こういうこと、そんなに珍しいことじゃないと思うんだよね。うん。僕も友達と、地方にどこか観光に行くときって、現金持ってない人絶対誰かいるからね。だからカップルって、男と女だとの組み合わせだとしたら2人じゃん。そう。で、2人のうちどちらかが現金を持ってないとか、2人のうちどっちも現金を持っていないってことは、よくあることだと思うんだよね。うん。で、僕は、その2人のために入場料をおごりました。はい。結構いいことをしたなって思いましたね。こういういいことを積み重ねていくとね、自分にもいいことが返ってくるんじゃないかなって思ってます。はい。で、現金以外の支払い方法を受け付けているお店はあります。さっき話したみたいに。東京には結構あります。クレジットカードだとか、電子マネーの支払いを
受け付けているお店結構多いです。はい。だけど、現金で支払う人って、未だに多いんだよ。いやもう全然いるよ。本当にたくさんいるよ。うん。嘘だと思うなら、東京でもいいんだけどさ、そのスーパーとかに行ってみて、その、日本人が、たくさんの日本人が使うような、日本人が普段使っているようなスーパーに行ってみて、で、そのレジのコーナーに行ってみてよ。そしたらね、多分だけど、結構な割合で現金で払ってる人を見ることができると思うんだよ。うん。そう。だからお店側が現金以外の支払い方法に対応していたとしても、現金で支払う人が多いんだよね。うん。で、例えばさ、スーパーで、レジにね、自分が並んでるとして、前の人が支払いの時に現金で払おうとしていることってよくあるんだよ。うん。で、現金で支払うのってさ、結構時間かかるじゃん。紙幣とかだったらまだ数えるの楽かもしれないんだけど、その財布の奥の方から、そのコインを取り出して、その1枚ずつ数える作業って結構時間かかるでしょ。うん。だからね、僕はそうやってね、現金で支払おうとしている人が、一つ一つ効果を数えてるのを見るとね、正直、遅いな、ちょっと早くしてくれないからって思っちゃうんでね、僕は結構せっかちな性格なんだよね。だけど、現金を使うことが、禁止されているわけではないから、そういうふうに思ってしまう、僕が悪いんだけどね。うん。ただ、現金で支払うのって結構時間かかるよね。うん。で、日本はね、その現金を取り扱うことが大好き。その、現金で支払うのを好む人もいるし、現金で、貯金をするっていう人も多いんだよね。特に老人だよね。最近ね、もう本当に日本は物騒な世の中になってきまして、お金持ちの老人の家が強盗に襲われるっていう事件が相次いでいるんだよ。うん。本当に怖いよね。なんていうの、普通にね、その犯行グループは、その住んでいる人をね、その武器で、殴ったりだとか、武器って言ってもその本物の武器じゃないけどね、そのホームセンターで売ってるようなバールとかを使って、家の窓を壊したりだとか、そこに住んでいる人を脅したりして、お金を盗んでいく。お金以外にも価値のあるものをね、盗んでいったりするっていう、そういう事件が最近多いんだよ。だからね、それで捕まっている人も本当に多くて、これはね、本当に日本で大きな社会問題になっていることなんだよね。ちょっと話脱線するけど、その主犯格とかね、その支持している人たちっていうのが、東南アジアとかに、潜伏していて、東南アジアの現地でね、捕まる人っていうのも結構出てきてるんだけど、その指示役がね、日本国外にいるから、どうしてもね、その摘発が難しくなってるんだよね。うん。そう。ちょっと話脱線したけど、こういう強盗事件ね、日本で本当に大きな社会問題になっていて大変なところです。うん。で、なんでこういう強盗事件が起きるのかっていうとね、日本はね、特にお年寄りの人が現金でお金を保管していることが多いからなんだよね。結構怖いよね。こうやってね、現金でお金を家に保管している、状態というか、このお金のことをね、タンス預金って言うんだよね。うん、タンスっていうのはタンスだよね。ちょっとごめん。説明するのが難しいんだけど、普段は服とか、そうだな、主に服だよね。服をしまっておく、家具のことをタンスって言うんだけど、そういうタンスにね、そのままお金を保管している人がいるから、そのお金をタンス預金って呼ぶんだよね。家にお金を保管している人は必ずしもタンスに預金しているっていうわけではないけどね。例えば、ちゃんとした金庫に
しまっている人もいると思うし、まあ、タンスとか金庫以外にも、まあ、誰にもわからないだろうなっていう秘密の場所にお金を保管しているっていう人もいると思うんだけど、まあ、基本的に家に現金として、まあ、保管しているお金っていうのはね、タンス預金って言います。はい。お金を現金でね、家に保管している人が多いからこそ、こういう強盗に狙われてしまうっていう風にも考えられているんだよね。うん。で、なんで日本の、まあ、特に老人は、現金で、お金を保管しているのかっていうこと、ちょっと気になるよね。なんでかっていうとね、まあそういういろいろ理由はあると思うんだけど、まあ一つその理由として考えられているのは、昔の人っていうのはね、給料を現金でもらっているっていう人も多かったんだよね。で、今で言うとっていうか、今は銀行に振り込まれてくるっていうパターンがほとんどなんじゃないかな、給料っていうのは。うん。まあ、今でもね、現金でお金をもらっている人っているかもしれないんだけど、昔はね、今と比べて現金で給料をもらっているっていう人が多かったらしいんだよね。で、現金でお金をもらったら、そのままね、家に保管するっていう人が多くて、うん、だから、その名残が残っているんじゃないかなって言われてるよね。うん。だけど、まあ、老人になるとね、年を取るとさ、まあ、ボケてきちゃうじゃん。うん。まあ、どこにお金を置いたか忘れちゃうっていうこともあるだろうから、すごい、なんて言うんだろうな。タンス預金って、まあ、そんなに、まあ、銀行の預金と比べたら、まあ、便利じゃないなというか、まあ、あまりやらない方がいいんじゃないかなって僕は思うけどね。うん。で、しかもさ、例えば火事になった時とかって、お金が燃えちゃうわけでしょ。うん。まあ、そういうリスクとかを考えると、家に現金を保管するっていうのはあまりやらない方がいいんじゃないかなって思うけどね。ただ、年を取っている人たち、老人っていうのは、タンス預金している人たくさんいます。はい。で、ここでね、初めて、資料を紹介したいと思うんですけれども、これですね、アベマプライムっていう、まあ、ニュース番組がね、日本銀行の試算を紹介しておりました。で、それによるとですね、日本では約107兆円の現金が家庭にあって、うち30兆円から80兆円がタンス預金らしいんだよね。30兆円から80兆円ってものすごい額だよね。だからね、もう家に眠っている現金って本当に多いんですよ。日本だとね。うん。だから、強盗に狙われてしまう家も多いということなんだよね。うん。で、まあ、それ以外にも、現金をあまり使わない方がいいんじゃないかなっていう理由って、まあ、たくさんあるよね。まあ、僕が今思いついたものだと、ウイルス感染の原因にもなるじゃん。現金って。うん。人と人の間でお金って行き来するものだから、まあ、その間にね、まあ、お金についたウイルスとかが、もう、まあ、人の間を移動しちゃうからさ、衛生の面から考えても、あまり現金を取り扱うのって良くなさそうだなって思うんだよね。うん。はい。ということで、僕が日本がアナログ社会だなと思うこと、一つ目は、現金を未だにたくさんの人がたくさん使っているっていうことだよね。うん。じゃあ、二つ目は何でしょうか。はい。これはね、日本に住んで、まあ、いろいろな手続きをやったことがある人だったらわかるかもしれないね。うん。二つ目はですね、郵送が必要な場合が多いっていうことですね。だいぶマシになってきてはいるんだろうけど、もう何かの申請をするときとかに、郵送だとか、あとは対面での対応が必要になることがあるんだよね。特に国関連の手続きだとか、あとは昔からある古い企業とか、
組織のシステムが長い間変わってないと、手続きに郵送が必要な場合が多いんですよ。うん。で、よくあるパターンが何かっていうとね、申請書類のテンプレートは PDF の形式でネット上に公開されてるんだよ。うん。だけどね、その受付は郵送か対面での引き渡しっていうものが多いんだよね。面白くない？のテンプレートはネットで公開されてんだよ。だけど、それを印刷して郵送してくださいとか、直接私に来てくださいっていうパターンが多いんだよ。うん。自分でね、その PDF のテンプレートを印刷して、ボールペンで書かなきゃいけないわけ。うん。で、その後郵送するか、現地に行くかしないといけないんだけどさ、僕は一応、自分のことをデジタルネイティブ世代だと思ってるんだよね。その物心がついた頃にインターネットがあったし、昔からね、スマホはなくてもパソコンを取り扱ったり、パソコンを自分で使ったりとかっていうのはしてたんだけど、そんな僕にとってはね、郵送とか対面での引き渡しっていうのは、時間がかかってちょっと耐えられないんだよね。みんなわかる？ちょっと共感してくれる？ネット上とかでさ、すぐに、瞬時に提出できればいいんだけど、郵送の場合ってさ、その相手にその書類が到着するまで、結構時間かかるじゃん。うん。で、対面で引き渡ししなきゃいけない時ってさ、自分がそこに行くまで時間がかかるでしょ。うん。だからね、たまに、こういう場面に僕は出くわすんですよ。その郵送が必要な場面とか、対面で渡しに行かなきゃいけないとかね。もうそういう時はね、正直ちょっとイラついちゃうね。うん。で、デジタルネイティブの僕としてはですね、あとは郵送のシステムが覚えられないっていう問題があるね。うん。これに関しては僕がただバカなだけだと思うんだけどさ、昔は郵送が当たり前だったと思うんだよね。ネットがあまり発達していない時代っていうのは、必要書類の受け渡しっていうのは、基本的に郵送でやっていたんだろうなって思うんだよ。だから、僕の親世代より上の世代てか、僕の親世代以上の世代だね。は、物をどうやって郵送すればいいのかっていうことをよくわかってるわけ。うん。で、だから僕はね、結構親にバカにされたことが結構あってさ、実家にいる時にね、たまに郵送するものが出てきた時に、僕はね、郵送の仕方がわからないわけよ。うん。で、手順がわからなくて、ちょっと混乱してたりとかすることあるんだけど、そういう僕の様子を見てね、結構僕の親はバカにしてきてましたね。郵送の仕方もわからないのかよ、みたいな感じで僕のことを見てきたんだけど、僕としてはね、いや、なんていうの、あなたの世代だったら郵送がは当たり前かもしれないけど、僕の世代では当たり前じゃないんだよとか、頭の中では思ってたんだけどさ、難しいよね。切手とかを貼らなきゃいけないじゃん。あの仕組みを未だに理解できてない、僕は。うん。その封筒に、その書類を入れて、切手を貼って、多分、ポストに出せばいいんだろうけど、どの切手を貼ればいいのかもわからないし、そもそも自分の家に切手がない。だから僕は、郵送が必要な場合、いつもどうしているかというと、郵便局に直接行ってるね。うん。で、郵便局に直接行って、ここにこういうものを送りたいんですけど、どうすればいいですかって毎回聞いて、郵便局員の人に手伝ってもらってます。うん。忙しかったら申し訳ないんだけど、結構僕が行く郵便局っていつもちょっと暇そうなんだよね。うん。だから全部やってもらってるね。うん。そう。だから、僕はね、郵送のやり方覚えられてはないんだけど、日本に住んでるとね、ちょくちょく郵送とかが必要になってくるタイミングっていうのが出てくるんだよね。うん。で、三つ目は何かっていうとですね、
国会でタブレットが使えないっていうことだよね。これはね、僕が直接体験したとかっていうことじゃないんだけど、主にニュースでの報道を見て、僕が感じることだよね。やっぱり国全体としてこのアナログ社会から抜け出そうと思ったら、国のトップを変える必要あるよね。うん。で、みんなの国の国会ではさ、タブレットって使っていいのかな。国会といえば、新たな法律を作る場所だと思うんだけれどもね、国会といっても、いろんな組織があるというか、いろんな種類があるじゃん。何が言いたいかっていうと、日本の国会ってね、国会議事堂っていうところで、行われるんだよね。はい。で、国会議事堂の中にも、いろいろな部屋があるんだけど、一番メインの部屋って本会議場って呼ばれている場所なんだよ。みんなも、ニュース、日本に関するニュースを見るときは、その国会議事堂のね、本会議場の様子を見たことがある人いるかもしれないんだけど、はい。で、その本会議場はね、総理大臣とか国会議員が、演説したりするんだけどね。その時に、その総理大臣だとか国会議員の手元にはね、その本当に分厚い紙の束があるんだよ。みんなもちょっと見てみて。日本に関するニュースでね、その日本の国会議事堂の本会議場が映っていたら、その人たちの手元を見てほしい。分厚い紙の束があるんだよね。いや、その部分がタブレットだったら、もっとね、薄くて済むのにとか思うんだけどさ、で、その演説する人だけじゃなくて、その演説を聞いている人たち、座っている人たちも分厚い紙の束を持ってるんだよ。で、国会に参加するにあたって必要な資料として、用意されているものだと思うんだけど、あれ全部印刷してるのかなって思ってさ。だって多分、結構多いと思うよ、枚数。全部印刷するのって相当時間かかるだろうし、環境にもね、良くないと思うんだよね。だから、パソコンだとかタブレットが使えるようにすればいいんじゃないのかなって思うんだけどさ。で、実際にね、これを問題視している人っていうのたくさんいるんですよ。さすがにね、国会があるたびにあんな枚数の紙を用意してたら環境にも悪いし時間かかるし運ぶのも大変だよね。で一部の国会議員とかはタブレットの使用解禁に向けてもう動いたりしてるんだけれど、で、本会議場以外の場所ではねタブレットが使われ始めたりしてるんだけどさ、その本会議場だから国会議事堂の中の一番メインの部屋でのタブレットの使用解禁ってまだされてないんだよ。なんでだろうね。すごい面白い状態なんだけどさ。で、その理由について2024年に、自民党から、こんな意見が出たんですね。タブレットを国会で使ってはいけない理由。その理由は品位がないかららしいです。はい。品位がないから、日本の国会議事堂ではタブレットが使えないんですけれども、はい。こちらの産経新聞の記事に書いてある通り、自民党が品位などを理由に否定的な立場を示し、共産党も慎重姿勢を崩さなかったということで、品位がないんですよ。タブレットを使うことって。品位がないらしいんですね。よくわからないね。日本人の僕が聞いてもよくわからない。これは。タブレットって品位がないんですかね。品位ってまずどういう言葉なんでしょうか。品位ってどういう時に使う言葉かっていうと、例えばだけど、
そのホテルは高級感があり、品位のある雰囲気に包まれているっていう時とかもあるし、あとは相手を傷つけるような言葉は自らの品位を下げることになるっていう、例文も作れるよね。こういうことを言いたい時に品位っていう言葉を使うんだよね。で、まずその品位の定義を調べてみたんですけど、コトバンクというサイトですね。日本人がよく使う辞書サイトによると、人や事物に備わっている気高さや上品さらしいです。はい。だから、タブレットには気高さや上品さがないんだね。はい。なんかよくわからないですね。紙だったら気高さや上品さがあるらしいです。はい。で、品位がないという理由で、国会でね、タブレットの利用って認められてないんだけど、正直日本人の僕でもというか、ほとんどの国民が、意味がわからないなって思ってると思うんだけど、こういうよくわからない理由で国会でねタブレットを使うことはできないんですよ。こういうことがすごい多い。さっき話したみたいに郵送よりも絶対ネットで受付した方がいいじゃんって思うようなことでもなかなか変わっていない。理由はよくわからないんだけど、昔のものが変わっていないっていうことが多いです。日本ではね。で、今まで3つ挙げてきました。僕が日本についてアナログだなって感じる部分。他にもいろいろあるよね。有名なもので言うと、ハンコ文化とかだよね。契約書には絶対にハンコが必要っていう場合があるし、これはね、そのクラウドサインとかが、使われるようになってきて、だいぶマシになってきたのかなとは思うんだけど、大企業の中ではまだこのハンコ文化存在しているところ結構多いと思うんだよね。で、いろんな手続きにね、ハンコが必要になって、いつハンコが必要になるかわからないっていう状態になることあるから、一応ずっとハンコを持ち歩いてますっていう人も多いね。特に会社を起業した人とかはね、ハンコを持ち歩いてる人って多いと思うんだよね。で、こうやってね、僕はいろいろ日本の文句を言ってきました。日本は全然デジタル化が進まないんです。本当にアナログ社会なんですっていうことをこうやってみんなに話してきたわけなんだけど、他の国とかと比較して日本って本当にデジタル化遅れてるのって疑問に思うでしょ。本当に日本はデジタル化が遅れているのか、僕が適当なことを言ってるだけなんじゃないかって思ってる人多いよね。日本の国土交通省が毎年公開している国土交通白書というものがあるんですけれど、2021年の版でですね、こんな記事がございました。記事じゃないか、こんな記載がありました。スイスのビジネススクール国際経営開発研究所が発表している世界デジタル競争力ランキングによると、我が国は調査対象国63カ国中27位、主要先進7カ国中6位であると書いてありました。はい。で、さらに、国際経験、機会と脅威、企業の機敏性、ビッグデータの活用と分析において、我が国は63カ国中63位と最下位であるらしいです。このスイスのビジネススクール国際経営開発研究所によるとですね、こういうデジタル競争力の指標で日本は軒並み下位を取っているということですね。はい。こういうね、日本の、国土交通省が取り扱うような、海外のデータでも日本のデジタル競争力って低いとみなされてるっていうことなんだよね。悲しいね。その日本国内から見て、日本ってデジタル化本当に進んでないよなって
思う分にはいいんだけど、海外からも、いや、日本ってデジタル化進んでないよねとか思われたり言われたりするのってちょっと恥ずかしいんだよね。うん。こんな感じでね、国内からだけでもなくて、国外からも、デジタル競争力ないなって日本は見られてるっていうことなんだよね。うん。じゃあなんで日本のデジタル競争力ってこんなに低くなってしまったんだろうね。うん。いろいろ理由あると思います。はい。だけど僕は、これが一番の理由なんじゃないかなっていうのを一つ目にちょっと紹介させて。うん。一つ目の理由がですね、前例踏襲主義ですね。うん。前例主義なんですよ。日本って。うん。どんなことにしても、日本は前例主義が基本。うん。何かを変えて、新しいことを取り入れることをあまり好まないんだよね。日本という国は。うん。この国民性がいいことを生み出すパターンもあるんだよ。うん。例えば、伝統が残りやすいね。うん。日本では様々な伝統が残り続けているよね。うん。だから、日本の観光業にとっても本当に魅力的なものたくさん各地に多いと思うんだよ。日本ではね。お祭りだとか、あとは昔から、ずっとそこにあり続ける、神社だとかお寺だとか古い建物たくさんあるよね。うん。そう。だから、伝統が残るという面においては、日本のこの前例主義って、結構いい役割を果たしてると思うんだよね。うん。だけど、その前例主義って、今の現代人にも残っていて、去年はこうやったから、今年もこうすればいいな。同じことをやればいいなって考える人、本当に多いと思うんだよね。うん。日々の仕事で、そういうことやってる人多いんじゃないかな。うん。例えば何か自分が何かを変えたとして問題が起こっちゃうっていうことは起こしたくないんだよね。うん。自分が何かやり方を変えて問題が発生しちゃうよりも何も変えずに後継者に引き継ぎたいって思っている人多いと思うんだよ。うん。先ほど紹介した国会でタブレットが使えない理由も、使えない問題も、日本のハンコ文化も、この前例主義がね、その、あるからこそ、起きている問題なんじゃないかなって思うんだよね。つまり、これまでやってきたことを変えたくないんだよね。うん。こういう発想の人が多いから、やっぱり国全体として、新たな技術とか概念を取り入れるっていうことに消極的なんじゃないかなって僕は思うんですよ。うん。で、だけどね、それに問題意識を持つ人って結構多いわけ。うん。国会でタブレットを使うことができないけど、そんな現状を変えたいと思って動き出している人たくさんいます。だけど、変わらない。うん。なんで変わらないのか。うん。日本はね、まだまだ年功序列社会なんですよ。うん。自分より年上が自分より上の立場にあるっていうパターンが多いんだよね。うん。だから、既存のやり方にね、例えば若手が違和感を抱いたとしても、なかなか自分より位の高い人にそれを言い出せなかったりするんだよね。うん。なんか新しいことを取り入れようとか、新しい技術を取り入れようって思う人って、大体若手だと思うんだよね。若い人の方が、その年を取っている人に比べて、そういう、新しいものとかに敏感だからさ。うん。だけど、自分より目上の人に、これをこういう風に変えましょうよって、言いにくい雰囲気ってあると思うし、あとやっぱり、それをね、若手が自分より年上の人に言うことができたとしても、分かった。じゃあそうしようって言える上司ってあまり多くないかもしれない。うん。だから気づいている人がいるとしても、気づいている人がいたとしても変われない。それが日本社会に
結構起きてる問題なんじゃないかなって思うんだよね。うん。で、これに結構つながってくる問題ではあるんだけど、まあ、二つ目が少子高齢化なんだよね。うん。少子高齢化もデジタル競争力を、低めている要素の一つだと思うんだけど、うん。お年寄りの方とかはね、やっぱりスマホとかパソコンを使った手続きって苦手なんですよ。うん。この気持ちすごいわかります。昔はね、紙とペンだけで情報のやり取りをしていました。だけど今はネットで、情報のやり取りが行われるし、しかもそのスピードが速い。まあ、お年寄りの方はね、まあ、それについていけないよっていう人、すごい多いと思うんだよね。で、僕も年を取ったら、新たな技術とか、まあ、新たなまあ、スマホに代わるものとかの取り扱い、すごい難しいなって感じるようになるだろうし、その気持ちわかります。だけど、そのお年寄りの数が多いんだよね、日本だと。うん。日本ではさ、その人口に占めるお年寄りの割合がすごい多いから、うん。で、彼らの意見っていうのはね、やっぱり国政に大きな影響力を持つんだよね。うん。だから、その行政の手続きとかをね、デジタル化してしまうと、いや、年寄りが使いづらいよとかそういう意見が出てきてしまうんだよね。うん。で、そのお年寄りの、まあ、人口の割合が多いから、そういうお年寄りに向けた、お年寄りに優しい、まあ、行政のあり方とかを考えると、まあ、デジタル化はまだしなくていいかとか、そういう判断になってしまうのも無理はないかなと思います。はい。で、今までね、日本の前例主義がデジタル化を遅くしているんじゃないかっていうことと、あとは日本の少子高齢化が日本のデジタル化を遅くしているんじゃないかっていうことを話してきたんだけど、そもそもね、日本の事業会社がデジタル活用を苦手としているんだよね。他の海外の国と比べて。はい。こちらの資料ですね。はい。令和4年度の経済財政報告というもので、これは日本の内閣府という機関が出している資料なんですけれども、我が国では、非 IT 産業での IT 専門採用が進まないことから、IT 人材が IT 産業に集中していると記述されています。はい。どういうことかと言いますとね、まあ、他の国と比べてみましょうか。例えば、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツっていう国は、IT 人材が従事する産業に占める IT 産業の割合が半分にいっていないのに対し、日本は約70%らしいです。どういうことかっていうとね、日本では IT 人材の多くが IT 産業に行くんだよ。うん。IT 人材は IT 産業に行ってしまう。で、それ以外の産業に行く IT 人材が少ないんですよ。裏を返すと、IT 産業以外の、まあ、産業の企業がね、IT 人材を求めてないということなんですよ。うん。で、これで何が起こっているかっていうと、例えば、事業会社で新しいホームページを作りたいってなった時とか、あとは新しいウェブサービスを作りたいってなった時に、自分の会社で作らないで、外部のメンダーに丸投げしちゃうっていう企業が多いんだよね。なぜかっていうと、自分の会社で IT 人材を持ってないから、あ、じゃあ別の会社に頼めばいいやって考えちゃう会社がすごい多いっていうことなんだよ。そうするとね、その会社に IT スキルとかノウハウって蓄積されないでしょ。うん。毎回外の会社に頼んでたら、自分の会社に何も残らないじゃん。うん。でね、それに加えてね、例えば、その IT 企業も、その他の会社、事業会社から発注されたものばっかり仕事をやってるとすると、
その事業会社が発注しなければ、その IT 企業に、IT 産業にいる IT 人材も、その能力を発揮できないわけよ。うん。こういう構造になってしまってるんだよね。うん。事業会社は、その IT の、ノウハウだとかを蓄積することができないから、日本の国全体として IT 化が進まないということになってしまっているんだよね。うん。こんな感じかな。日本の IT 化というかデジタル化が進んでいない理由っていうのはね。うん。で、この状況にね、国も焦ってるわけですよ。うん。日本のデジタル競争力が低い。どうしようって思ってるんですよ。国も。だから、それなりに、いろいろ取り組みはしているわけ。これだけじゃ足りないだろうなって思うんだけど、それなりに、その気持ちだけはあるんだよね。日本人は。日本人を一括りにするのは良くないんだけど、日本の国としては、この状況が続いてはダメだっていう焦り自体はあるんだよ。だから、いろんなことをしています。はい。2021年にですね、デジタル庁という、国の行政機関が誕生しました。デジタル庁というものができたんですね、2021年に。はい。でデジタル庁がどういうものなのかと言いますと、デジタル庁のホームページにこんな記載がありました。デジタル庁はデジタル社会形成の司令塔として未来志向の DX を大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを、何これ読めないんだけど、作り上げることを目指しますということだね。はい。難しいね、この漢字。ちょっとみんな調べといて、後で。だからデジタル社会を推進していくっていうことだよね。日本のインフラを官民問わずデジタル化していくっていうことを目指すらしいです。はい。このデジタル庁、ちゃんと大臣もいます。はい。他の総務省とか国土交通省みたいな省庁と同じようにデジタル大臣っていう人が存在するんだよね。うん。で、このデジタル庁、できたのは2021年っていうことを言ったんだけど、これがきっかけになったんじゃないかなっていう出来事があって、それが2020年の初め頃から流行したコロナウイルスだよね。うん。で、コロナウイルスが流行した時ね、日本のデジタル化って全然進んでないじゃんって国民が気づいた出来事って、本当にたくさんあったんだけどさ、うん。コロナウイルスが流行した時に、その経済対策とかでね、給付金の給付っていうのが政府から行われたんだよ。うん、国民向けに行われたんだよね。うん。ただ、そのシステム自体がデジタル化全然されてなかったんだよ。だからそのお金が実際に国民に振り込まれるまで結構時間がかかったんだよね。うん。あの、多分、結構貧乏な方とか、今すぐお金が欲しいっていう方、例えば仕事がコロナのせいでなくなったっていう人結構いたと思うんだけど、そういう人にとってはね、今すぐにお金が欲しいっていう状況あったと思う。うん。だけど、この給付金の給付が決まってから、実際に国民にお金が振り込まれるまでって結構時間かかったんだよね。そういう記憶があるんだよ。どういう給付が行われたかっていうと、えっと、僕が受け取ったのはその10万円給付というやつだね。国民一人に10万円を給付するっていうそういう、政策がありました。はい。で、この出来事があって政府だけじゃなくて国民もね、この国ってデジタル化めちゃくちゃ遅れてるなっていうことに気がついたんだよね。で、この頃からいろんなことがね、変わっていった気がする。うん。で、キャッシュレス決済に対応する店舗が一気に増えたと思うし、リモートワークも推進されるようになったんだよね。うん。で、結果的に、先ほど言ったみたいに2021年に
デジタル庁が作られました。はい、日本のデジタル化を一気に進めようということで、デジタル庁が創設されたんだよね。うん。で、デジタル庁が、所管する法人に、マイナンバーカードというものを取り扱っている法人もあります。はい。で、マイナンバーカードって、何かっていうとね、国民一人一人に日本では数字が割り振られていて、その数字が書かれたカードです。で、そのカードには、自分の写真もあって、身分証明としても使えるカードなんだよね。うん。で、その、マイナンバーカードには、チップも入っていて、専用の機械にかざすと、自分の情報を表示したりとかすることできるんだよね。うん。で、このマイナンバーカード結構便利でさ、今まではね、市役所に行かないとできなかった、書類の発行とかが、コンビニでできるようになったりもしたんだよね。だから、着実に、いろんなことがデジタル化して、便利になってきているという状態ではあるんだよね、今の日本って。うん。で、他に日本がやっている取り組みはね、デジタル教育だよね。うん。教育の内容って僕が学生の頃と比べると、だいぶ変わっているんじゃないかなって思うんだよね。日本の文部科学省はですね、2019年からギガスクール構想っていうものを推進しているんだけど、これどういうものかっていうとね、一人一台の端末、そして高速大容量の通信ネットワークを学校に整備するっていうものなんだけど、だからね、一人一台今は端末があるらしいんだよね、学校で。で、僕が、学生だった頃は、一人一台はなかったね。うん。学校にパソコン室っていうところがあって、そこに行って、パソコンを使うということはあったけど、一人一台端末が用意されてるわけではなかったな。だけど、一人一台はスマホを持ってたと思うんだよね。うん、どうなんだろう。小学校とかでも、うん、こういうタブレットとかって今では使ってるのかな。うん。とにかく、その子供のうちから、その国民が、まだ幼いうちからパソコンとかそういう、デジタル機器に触れ合わせることによって、未来の未来に国民がそのデジタルネイティブな状態というか、デジタルにすごい慣れている状態を作り出そうとしているんだよね。うん。で、僕がね、こういう、学校でのデジタル教育について、調べていて、びっくりしたのが、今はね、公立の学校でも Adobe ソフトを使った動画編集の授業とかを行ったりしてるんだよね。うん。すごいよね。動画編集を今学校で教えているということで、もしかしたらね、YouTuber の数とかね、今と比べてどんどん増えるんじゃないかな、未来だと。ねえ、こんな学生のうちから動画編集のやり方とかをね、教えたりしてたら、もしかしたらそういう未来もあるかもしれないんだけどさ。うん。あとはね、プログラミング教育とかも昔と比べて、進んできているらしいので、着実に、デジタル教育というものは進んでいるんじゃないかなとは思います。僕が学生だった頃はね、何をやったかな。USB メモリに、えー、ワードファイルを保存したりとか、そういうことをしてたけどさ、USB メモリってもう使わないよね。うん。もしかしたら仕事で使っている人もいるかもしれないんだけど、USB メモリを持ち歩くのがちょっとセキュリティ的に、危険だったりするから、今はね、あまり使われていないよね。たまにあるんだよね、日本で USB 関係の、そのニュースで報道されるような出来事っていうのがあるんだけど、前ね、ニュースで報道されてたのは、どこかの自治体の職員の人が USB メモリをなくしてしまったとか、そういう事案はあったよね。その、自治体ではさ、その、
そこに住んでいる、市民の個人情報とかを取り扱っているわけじゃん。で、その情報が入った USB メモリを街で落としてしまって、それが大問題になるとかね、そういうことはあったね。まあ、確かお酒に酔っ払っていてどこかに置いてきちゃったとか、そういうことだと思うんだけどね。で、ちょっと話脱線するけどさ、まあそういう感じで、不祥事を起こすとね、そういう自治体は記者会見をするんですよ。謝罪会見というものをします。はい。で、まあ記者からね、質問されるんだよね。USB メモリを落としてしまったということですけれど、セキュリティ的に大丈夫なんですかみたいな、そういう質問が、その記者会見ではあったんだよね。で、その時にね、それに回答したその自治体の担当者が、確かね、こんな感じで答えたんだよね。まあ、13桁の、まあ、英数字、ランダムの英数字なので、ちょっと待って、13桁のランダムなパスワードが設定されているので、セキュリティ的に問題はありませんって答えたんだよね。で、桁数を公開してしまうのはまずいんじゃないかみたいな感じで、日本ではね、議論になってたね。はい。まあ、そんな感じでちょっとね、デジタル教育が日本では進んでない結果、そういう発言がね、記者会見で飛び出してしまったのかなと思うので、まあ今の、まあ、中高生、まあ、小中高生にはね、まあ、正しい IT リテラシーを身につけていただきたいなと思いますね。はい。ということで、こんな感じでね、今、日本の現状とその原因、そして日本でやっている取り組みというものを紹介させていただきました。はい。まあ、僕のこの話を聞いてみんなどう思いましたかね。日本はデジタル化遅れてると思いますか？そして、日本の取り組みって結構効果的だと思いますか？はい。皆さんの意見をですね、聞かせてください。皆さんの国と比較した意見というものを聞いてみたいなと思っております。はい。で、日本はね、やっぱり前例踏襲主義だし、変わることを苦手としている国ではあるんだよね。うん。だけど、その中でも、まあ、焦りを感じて、まあ、デジタル化を頑張って進めていこうとはしてるんだよね。うん。で、日本はね、まあ、少し普通と違う人に対して、あいつ変わってるよな、とかって言って、まあ、異質なものに対してね、否定的な見方をすることがよくあるんだよ。うん。まあ、日本は島国だからこそ、そういう慣習が残っちゃってるのは仕方ないなって思うんだけど、グローバル社会の今はね、まあ、競争力を維持するためにも、まあ、そういう考え方を抜本的に変えていく必要があるのではないかなと思います。はい。変わっていくこととか、新しい技術とか概念を取り入れることがかっこいいってみんなが思うような国になれば、もっと日本のデジタル化が進むと思いますし、デジタル化以外の分野でも日本が変わっていけるチャンスになるんじゃないかなと思っております。はい。ということで、今回は日本がアナログ社会から脱出できない理由について語ってきました。はい。皆さん、楽しんでいただけましたかね。で、次回以降も皆さんが興味を持つような面白いテーマを話していければいいなと思っております。ということで、次回のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。